どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、なんとタイ現地からお届けしているということで、いろんな工場ですとか、キーマンステークホルダーの方にお会いしまして、ちょっと先に入りましたから個別で企業の方とお会いしてですね、タイの製造業の動向をですね一緒に見させていただいたと。山田太郎先生と一緒に訪問させていただいて、先生と呼ばずに太郎先生とですね、太郎さん、同じ太郎さん、同じ太郎さんですけど、普段 YouTuber の力だけではいけないところにも訪問して、よりリアルな視察って言えばですかね、工場見学になったかなと思いましたが、まず太郎さんっていうとおかしいですね。太郎先生と呼ばさせてください。先生いかがでしたでしょうか。まず参議院の山田太郎と申します。まずアマタシティについていろいろお話ししていきたいと思いますが、非常に広大な工業団地でございまして、日本の工業団地ともレベルが違うと、端から端までなんと14キロもある日本企業はなんと400社ぐらいですね。どうでしたか。私がですね、実はアマタシティに来たのがですね、最初が確かですね2000年入ってからですね、今から20年ぐらい前、そうなんですよね、ずっと製造業向けのコンサルタントもやっていたので、何度ももう5、6回は来てますかね、実はトータルでね。右になってからも来てるんですけども、この10年見たんですけど、変わってないところと変わってるところがありまして、アマタシティのインフラとか、最近ホテルがですね、日本のが建ったりということで、すごい豪華なホテルそこはねすごい変わってるんですよね。なんだけど問題は日本の工場の中、ラインがね実は全然変わってないっていうのに一種私はちょっとショックを受けた。ああ、そうですか。変わってないというと、いった工場は大手なんですけども、非常に先鋭的な工場もありましたが、あれでも変わってないと。どの辺が変わってないっていうイメージですか。多分量産工場として昔からこう作られていて、その多分役割が変わらないから、もちろん中身は 5S を含めてどんどん進化していて、設備は最新のものになってるのかもしれないんだけれども、マネジメントの方法だったりとか、あるいはですね役割っていうのが全然変わってない。そこですね。でね、これどういうことかっていうと、確かに今までは量産で非常にマーケットがこう広がっていました。高度成長を含めてすごくとにかく作っても足りない、でこういう時代にはいわゆる製造全体の工程の下流っていうかですね、そこが重要だったんで、そこの改善を一生懸命やっていけばよかった。もう売れる時代だったんですね。そうだ、売れる時代はね。だけど今は多品種少量にどんどんなっていって、量産品といったとしてもですね、ロットはすごく小さくなってどんどん切り替えなきゃいけないじゃないですか。で実際お伺いした工場も、1年ですとか1年半でラインがどんどん切り替わっていくと。なんだけれども、実際のオペレーションは量産工場のような形になっていて、そこが切り替えられない。で基本的に多くの世界の工場の在り方っていうのは、量産品であれば設計の方が重きを置きつつ、設計の効果に基づいて現場の工程がどんどん変わっていくっていう姿なんだけど、タイはタイで単にその量産工場として居続けられてしまっていると、その枠組みを超えられない。そうですね。タイの中だけで残念ながら努力をしたとしても、日本の今後のですね量産工場の在り方、これでいいのかどうかというのはすごく感じました。ちょっと今の補足させていただくとですね、改善活動はものすごく一生懸命やってるんですけども、大事ですよもちろん。例えば CAD の設計のところですね、そこでボルトを溶接にするですとか、いろんな工程があるわけで、ネジにしてもですね、3本減らせばネジを締める3つの工程が一気に削減できますので、非常に効果があるんですね。ただタイの現場には設計を統括する部隊がいませんので、日本と断絶されてしまっていると。量産だけを行うということなので、改善効果としてもそこまで大きく出せないだろうと。それが20年30年変わってないと。変わってないんだよね。もうこの EV が来てる中で戦っていけるのかと、そこもありますね。そう思います。でちょっと EV の話行く前にもう一つはですね、多分いろんな工場見させていただいたんですけど、どことは言いませんけど、やっぱりね在庫がすごく溜まってるのを見た。すごい溜まって、でね、これははっきり言ってしまうと、在庫が前後で溜まっているのにもかかわらず、その工程の改善活動をしても、タクトタイムを短くしてもかえって在庫が溜まっちゃうだけなんですよ。そうなんですよ。そうだから何が起こってるかって話をよくよくいろんなところから聞いてみると、例えばそれで EV 車の話につながってくるんだけれども、じゃあ自動車の部品メーカー、この EV とか何の車種が売れるのかどうかっていうのが不安定になってくると、本社の方が5をなかなか出さないんだと。だから待ちの状態になっちゃってしまってる中で、一応作っていくっていうことをやっちゃってるみたいなところもあると。確かに三菱自動車さんも2年ぐらい計画動いてないですみたいな話もありましたもんね。だからそういうふうになってしまっていると、やっぱり工場の中だけでは限界なんだろうなというのはすごく思いましたよね。なるほどなるほど。
あと EV のお話、現地でも僕もいろんな方にお話を聞いたんですが、かなり若者なんか、次は2人に1人ぐらいは EV でもいいっていう方いらっしゃったんですね。これは日本政府の中でも意見がこれ分かれていて、確かに EV は大事なんだけれども、本当に全部が EV になるのか、EV の時代が来るかどうかっていうのは懐疑的に見ている人たちもいます。そうですね。そうなんですよ。工場にお伺いしたんですが、工場の担当者も結構そういうような感度感の人も結構いらっしゃいましたね。でどちらかというと、日本勢の現場は例えばタイなんかすごく EV を政策的に政府進めているんだけど、そうじゃなくて、きちっと EV じゃないガソリン車、エンジン車を内燃エンジン車をしっかりと位置づけて、それをもう改めて売っていくようにってことをもうちょっと訴えてくれないかと。そうですね。こういうことを言うんですよね。でただ何が起こってるかっていうと、両方言ってることは今のところ3年後4年後の話だからどっちが正しいか分かんないんだけど、ちょっとここでねそれぞれ言い分まとめるっていうのは大事だと思うんですよ。確かにです。現状俯瞰大切ですね。そうでまず EV がそんなに流行らないんじゃないかっていうふうに言ってるのは、例えばタイの事情っていうのは、車を買うときにリセーリングっていうのが重要だと。それびっくりしました僕。いや高いんで、ひどいと3台ぐらい、つまり子供、お父さん、おじいちゃんとかそういう人たちで借金をして3台で借金をして1台の車を買いますと。だからリセールが悪いと困ると。経済プランが破綻してしまう。もう生まれてもいない息子に対してローンを組ませるというようなローンも昔あったみたいでございまして、でもね、EV の問題点というのはそういうふうに長期スパンで考えた時に、例えば電子部品だとかそういうものが持つんだろうかだとか、メンテナンスし続けられるんだろうかだとか、プラス電池ももう劣化が非常に厳しいからね、そういう意味では長く持たない車ということが本当に中心国っていう言い方がいいか分かんないですけども、そういったところで根付くんだろうかということが1点。なるほど。それから2点目は、確かにタイ政府も EV を進めてるけれども、果たして現地の人たちはこの EV でもって儲かるんだろうかと。というのは別にタイブランドの EV 車を出してるわけじゃありません。で一方で部品も結局ここでまだ根付いて作ってない、今後もなかなか厳しい、ということになると外から全部輸入してくるということは空洞化してしまうじゃないかと。そうするとモーター車の方はしっかり日本も根付いてここで作ってるわけで、それを売っていけば全体としてはきちっと雇用も生むし、技術も安定していくしということを考えると、実は EV 車、人気はあるしトレンドかもしれないんだけど意味ないんじゃないかと。こういうことを、言ってる人たちもいる、言ってる人もいるし、一部タイ政府の中からもそういう指摘もあるらしい。そうですがそれもそれなんですよ。だけれども、じゃあね、それって3年後4年後に勝負が決まるって言ってるのと同じですよね。つまりリセラーができなかったりだとか、EV 車そんなに持たなかったよねと。でもこの3年間、EV がものすごいシェアを取ってしまったとしたらば、トレンドとか気持ちがこう変わってしまって、本当にガソリン車に乗り続けるという人たちがどれぐらいいるんだろうかと。そこで衝撃的なのは、太郎さんはいろんな市政の人たちからアンケートを取って随分調べたんですよね今回。そうですね。どうだったですか？それがですね、結構、EV を選定する人もいるという事実ですね。なので日本メーカーからすれば一回若者富裕層も含めてですね、EV に流れちゃったものを果たしてまた日本車に引き戻せることができるかどうかっていうことですね。ただ EV に対してはちょっと遅いわけですね。仮にその EV がリセール悪かったとしても、一回取られちゃった市場を果たして日本が再度ダッシュできるのかと。しかも BYD なんかは24年の3月1日にラインオフっていうことも決めてるわけですよ。もっと言うとですね、 BYD の担当者代表なんかは30代なわけですよ。すごいね。すごいですよね。日本じゃありえないですよね。60歳50歳の感覚でやってるのと、市場に対して洞察が機敏な30代20代の方々が運営する工場、どうなるのか。あとね、中国戦略っていうものも日本狙い撃ちで、結局日本を駆逐したいんで EV でもって日本は全然進んでないのは分かっているから、市場をひっくり返しに来たいと。そうですそうです。だから EV をひっくり返してきて、中国は全部オセロのゲームのようにペロン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 と白を例えば黒に変えちゃうようなことを今しようとして、これもう目に見えてる。目に見えてるし、人材ですよ。そうなんだね。日本の工場で育ってきた人材を引き抜かれると。どこの企業とは言えないんですけども、その企業はですね、中国の方を雇ってて、中国の方だけ最後の商談の時にちょっとこっち来てと、いい人材いないかみたいなことを引き抜きをどんどんやってる。引き抜きをどんどんやってると。だからある程度 ASEAN で一番の工業地帯であって、量産に対しては知見が溜まってるタイ人を引き抜くっていう活動が今後おそらく活発してくるだろうと。
で日本はですねまたこの給料を中国メーカーに合わせれるかって言ったらそうでもないわけですよね。ある一定の年功序列みたいなものが決まってまして、一つのデータによればタイの部長の方が日本の部長より給料高いなんて出てるわけですから、一気に引き抜かれたら日本のメーカーどうするんですかってことは非常に危惧してもいいんじゃないかなと。そうなんですよ。だから、僕ここに改めて今回来る前は、僕も EV 車に対しては確かに懐疑的、でもちろん本当にこれがね何年か越しでどうなるかっていうのは僕にもわからないし、もしかしたらダメかもしれない、だけどやらないっていうことはない。これはねやらないのはまずいなっていうのはものすごく感じました、今回。そうですね。そして EV 向けの投資ですよね、部品から追えば大体わかるわけですけど、そこだけぐわーっと伸びてるし、で WTO に反してんじゃないかってよく言われるけれども、中国はその EV でもって輸出補助金をどんどん出して育ててるわけですよ。さらにそのタイ向けは関税がないわけですね。だからその認知と市場を一気に取られちゃうと、エンジン音がいいんだっていう人もいるかもしれませんが、関係ないっていう人も多いわけですよね。私日本の方でも、R&D に対して車メーカーはどういうふうにしてるのかっていうのを見てるんだけれども、 EV でなければ再投資というか R&D で伸ばそうっていうところあんまないんですよ。ないんですか。だってないでしょ。確かに。そうハイブリッドの次じゃあハイブリッド自動運転とかっていうことになるけれども、これはどっちかというと EV を中心とした技術みたいなところからも流れてくるわけで、高度な ECU みたいなものでどんどん車はねいわゆるスマホになっていくんだっていうふうによく言われるけれども、それは方向性としては EV の流れなんですよ。確かに。そんな中でその延長上にいくらハイブリッドを残念ながら強化するというふうに言ったとしても、やっぱりその R&D っていうのはたかが知れてるっていうかね、そうで完全自動化になった時の本当のテクノロジーのコアっていうのは外側っていうの、例えば制御をするような周辺のそのネットワークどう作っていくかだとか、そういう話にもなっちゃうと思うんだよね。なるほどですね。ただちょっとメーカーとお話ししましたけども、なかなかこの EV に関しての感度がちょっと少ないかなっていうのは実際思いましたね。それで僕ねもう一つ、自分たちの視点だけではどうかと思ったんで、今回望月太郎さんとも一緒に行ったアマタシティのファウンダーでオーナーにもあった。この人がまたすごかったですね。なんと資材がですね1000億円もあると。広大な土地ですから非常に成功されて、いろんな企業の日系、韓国系、そして中華系、いろんな方々と話してる方なんです、だから俯瞰して見れるわけですね、この人。そうで、アマタシティっていうものを運営してるんだけれども、実は大きく2つあって、チョンブリ県っていうところはもう6割から7割近くが日本企業で、このアマタシティがなければ日本企業は出れなかったんじゃないかっていうぐらいの重要な拠点で、それのファウンダーです。一方でライオン県があって、ここはもう中国の進出がすごいと。すごいです。というところになって、新しく開発している方はもうどんどん中国が出てきています。そうですね。で、そのオーナーにお呼ばれをして、夜ずっといろんなご飯食べながらいろんな話をしている中で、もう率直にその EV に対する日本の戦略はどうかという話を聞いたんです。そうですね、聞いていらっしゃいました。そしたらマーケットに聞けと、マーケットが全てだと。これがもうファウンダーのメッセージ、何が正しいかどうかっていうのは市場が決めるんだということを言われて、だから本当に EV やらなくていいのかと。確かにそう、トヨタさんの企画が本当に現地に行って、その EV の洞察を本当に聞いてるのかっていうことですね。それは少し心配ですね。それはね、言われてなるほどなと。だから3年後4年後の話っていうけれども、この3年間でどんどん変わるよと。それから今日商工会の関係者の方ともお話をした中で、そうだろうなと思ったのは、日本も少し勘違いしているのは2つ。タイは大丈夫だ、タイはもう完成されたいわゆる日本の市場だし、ここが崩れるなんてことはありえないんだっていうことがやっぱりものすごく日本の中からも染みついちゃってる、本国はね。でもやっぱりここ来てみて思ったのは、そんなことはないと、そんなことはないということで危機感を持っているのがまず1点目。でそしてすみません、付け加えると、その危機感が日本にうまく伝わっているのかっていうのも一つ疑問ですね。それとタイという国は全方位外交をやってるのであって、必ずしも親日と間違えるなと。そうです。親日と間違えるなと。プレゼンスは今高いけども、日本じゃなくてもいいわけですね。タイの歴史を見たとしてもどこともうまく付き合って、中国ともうまく付き合ってきてると。でミクロンさん自身も、中国語を喋れるけど日本語ができない残念な。ただ今はエグゼクティブのメンバーは日本人揃えているから、日本重視の姿勢っていうのはよくわかるし、ただ360度外交であるってことは間違いがないし、これはタイの姿勢なんだと。でやっぱりこれはどこもよく言われるけれども、こちらで取らせていただいているパーソナルコ
コンサルタントのもあっても、ここで働いてる女性陣はやっぱり韓国人のアイドルの写真を貼りながら仕事をしているという意味で、ショックですね。ただここの会社は日本人が経営していますし、一方で日本との関係も日本のメーカーに対して人を紹介しているという会社だけど、そこであったとしても残念ながらやっぱり韓国のプレゼンスですよね。その芸能エンターテインメントのね、それやっぱりそれがあると大きいですよね。でね、入りやすいですし、今回ちょっとあまり結論めいたことはあれなんですけども、とはいえ何からやらなきゃいけないのかっていうことは、やっぱり人の交流っていうのは結局そこなんだよねっていうことはものすごく逆に分かったとか感じたというか、やっぱり交流がないと情報も伝わらないし、権限移譲をしてあげないと、そこの今までの構造も変わっていかないわけですね。特に今全然ですね、日本政府からしてもタイの市場とかタイに対してはノーマーク、で昨今ねグローバルサウスって総理も含めて言い出したわけですよ。例えば新興市場インドであれアフリカであれ、それは間違いないそうなんだと思いますね。だけど結局タイを失って、あるいはタイが拠点で外出してるところがあるのにもかかわらず、もうタイがダメになっちゃって、インドもアフリカもないんで、中東もないんですよ。だって中東向けの車だってタイで作ってノックダウンして出してるわけでしょ。だからここが実はもう前線基地としてあるのであって、ここの実情を見て声を聞かないっていうのはもう絶対まずいというふうに思ってます。タイ政府にもそれを理解していただくと、やっぱ中東になかなか電気自動車っていうのは難しいと思いますので、その通りよ、もう啓蒙をしっかりそこもやっていくということを地道に活動していかないといけないですし、いずれにしろ日本企業のちょっとキャッチアップ力はちょっと少ないのかなっていうのは、メーカーの人たちも話をするとやっぱり駐在員になりたくないとかね、かつてはやむを得なしに日本から派遣されるっていうことはあったけど、今はもう選べるし、そういうことを言っちゃいけない時代になっている。行けっていうのは言えないですからね。言えないっていう時代になってきたと、そんな中でなかなか海外に希望を出す人が商社ですら減ってきたんじゃないかと、こうよく言われていて、で挙句の果てこのタイを目指してくるっていう人が必ずしも多くない、中で人との関係が希薄になってきちゃってるんじゃないかと。で日本人学校にも参りましたけども、中学が終わったらもう日本にご受験で戻ってしまうと、それってむしろタイの文化を知ってタイ語を話せるようになった方が僕はアドバンテージとして上だと思うんですけどね、グローバル人材としては。これがすごい大事だと思って、産業を支えてるのは人で、人の中には例えばここで厳然として生活していれば子供さんがいる人もいますよと、でその子供さんがじゃあ具体的にタイでどういう教育を受けているのかっていうことは実はすごい大事。そこまでちゃんと見ないとダメなんですよ。そういう意味で今回タイ日本人学校も行かせてもらって、マンモス校で今日は終業式で小中見させてもらったんですけども、すごい元気でも高校はないで、おっしゃられた通り中学を卒業するとどうするんですかっていうと、基本的にはお受験で日本に戻るケースが多いです。でもそこで縁が断たれちゃうわけですね。そうなんだよね。これも今後ボディーブローのように効いてくるんじゃないかなと。効いてくると思いますね。であともう一つはいろんなニーズがあって、文科省派遣のもうちょっと教員を増やしてもらえないだろうかと。で基本的にはこの日本人学校といっても事実上私立の構造をとっているんだけれども、そうすると現地採用の教師を取るとほとんど新卒状態だから、やっぱりそうなん先生として教えられないと。だから先生の方もちゃんとタイで教えたいという先生をやっぱり作らないといけないということなんだ。だから海外志向っていうかね、僕はもう一つ反省しているのは、実は国内の方ではデジタル人材を230万人足りないから4000億のお金をかけてですね、4000億増やそうっつってるわけよ。だけどちょっとそこにグランドデザインが弱いんで手上げ方式みたいになっちゃってるんで、もうちょっとどこセキュリティ人材が足りないのかデータ分析の人が足りないのか、本当はしっかり位置づけてどこに集中投資するのかってやらなきゃいけない。だけどそれと同じ両輪で産業を支えている、しかも日本の GDP の関連産業まで言われ4割近くが自動車と言われている、その半分は海外に対しての輸出だということであれば、で実はその海外の輸出の中で必ずタイは拠点として位置づけられているという構造を見たときに、そこにも人材がいなければ、いくらそのテクノロジーの IT のところだけしっかりした人材を増やすっていうようなことを一生懸命インセンティブつけたとしても、全体としてはままならないよねと。既存の産業っていうものも守り伸ばしていかなきゃいけないっていうことを何か忘れちゃったんじゃないかと。最近AI もチャット GDP なんていうことで流行っていて、もちろん大事だと思いますよ、先端技術。ただ生産の基礎がないとこれっていうのはその延長線上に AI ですとか
産業で AI では食えてないんだよ我が国は、結局は。で我が国で産業で食ってるものは何なのかということをもうちょっと考え直した時に、この国での日本のプレゼンスっていうのが本当にどれだけ大事で、人的交流がなければそれは維持できないんだっていうことをもう一度考え直すっていうことはすごい感じましたね。ありがとうございます。そしてあれですよ、ミクロンさんと今後交流も一緒にやっていこうと、プロジェクトで特に若い人だよね。そうです。若い人がというのは大臣の中からは例えば漫画アニメとかを通じて、特にアニメを通じて日本語を勉強したいとか、日本に対して興味を持ってる人っていうのは増えて、特に逆に言うと日本語を学ぶインセンティブってもうそこしかありませんと、これは諸国外の人も言ってるわけだよね。で一方でじゃあ日本からタイっていうふうに言った場合に、そこに何らかのインセンティブというか、思いがなければ交流が全然始まらない。仕掛けが必要ですね。そうなんです。そう。ここも議論が始まっていくと思いますので、こんなところでしょうかね。はい。いろいろと学びも多かったけれども、もうちょっと危機感と日本が冷静に考えた時に何で食ってるのか。自動車だろうと。そして一大拠点。しかしその一大拠点は2、30年前からずっと同じ方式やってると。それでいいのかと。そしてしっかり市場に委ねられてるからそれをキャッチアップできてるんですかっていうところですね。引き続きものづくり太郎チャンネルで詳しくこれをプレゼン付きで解説していきますので、よろしく。今日はクイックに本当に現場からですね。生々しく。さっきまでずっといろいろ見てきたもの、まだまだ言いたいことはいっぱいあるんだ。いっぱいあるんだ。これはもう順次ちょっとじゃあ資料を持って報告をまたちょっとやっていきましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。タイの動画いかがでしたでしょうか。実はこれですね、全部自費で言っております。こういったですね、最新の動向を把握することは非常に重要だと思いますが、いかんせんですね、訪問するのにお金がかかるということで、スポンサーをぜひね、つけていただけると、こういった活動を継続できると思いますので、ぜひね、太郎お前いろんな各国見てこいということであれば、スポンサードいただいてですね、応援をお待ちしております。ということで、スポンサー企業様をですね、大募集しておりますので、どうぞよろしくお願いします。吉川ちゃんの一言。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。私も今回タイに一緒に同行させていただいたのですが、日本よりも気温が暑くなく、とても過ごしやすく感じました。日本はまだまだ暑い日が続くと思いますので、皆様も体調を崩されませんようご自愛ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。